はい、今回は和歌山県の大浦の一文字で、巻くだけ簡単巻きジグジェットや巻きジグジェットで、ハマチ狙いを楽しみたいなと思います。じゃじゃん、いつでもどこでも挑戦権。今日はこれを持ってきたのでですね、広瀬さんが何のロケかは知らないですけど、今日これを持って挑戦しに行きたいと思います。何の撮影ですかね、わかんないですけど、乗り込みに行きたいと思います。じゃあ頑張りましょう。はい、はい、おい、どっから出てきた？これ覚えてませんか？これ知らん。いつでもどこでも挑戦権。いつしますか？今日です。今日。何の釣りかは知りませんけど、今日挑みます。今日やる。受けて立て。このいつでもどこでも挑戦権あるんだったら、これ前回川上さんからね勝利したやつですね、はい、約束したしね、これはもう受けてやってやるって対決しましょう。はい、挑みます。どうするこの土地。でもこの青物釣ったのはペルちゃんやで。おっと、よっしゃー、何点？1ポイント。こんなにいいこと言って1ってどういうことですか？というわけで、はい、大浦の一文字にやってきました。はい、夏のシイラで有名な場所なんですけれども、はい、実は秋から冬にかけて青物も祭り。じゃあ今青物ってことですね。ハマチ、メジロで、冬になったらブリ。正直道場でも1回来てるんやけど、はい、その時はカンパチ。もうじゃあいいお魚を。そうやね。あとはタチウオなんかも狙える、素晴らしい場所。大浦の一文字来るならもちろんてるちゃんやで。ペルちゃんやで。いやいや、てるちゃんやで。てるちゃんでぜひね遊びに来てほしいなと思うんですけれども、はい、今回は、対決のテーマ、はい、数釣り対決ではありません。なんでですか？もう一発大物対決でも大物ですか？ありません。どういうこと？何ですか？もう対決のテーマはその時後でまたお伝えしますので、そんなんもちろんトランキーロあっせんなよということで、はい、やっていきましょうか。はい。大浦の一文字来るならてるちゃんやで。てるちゃんやで。てるちゃん。てるちゃん。てるちゃん。どっちや。当たった。今はこれタチウオや。ボトムまで沈めて中層の辺で多分ねコツンって当たってんねんけど、小さなタチウオやな。なんか来たね。その向こうでもダブルヒット。地合いやな。怖いな、無茶ぶり。いつも無茶ぶりやもん。無茶ぶりに勝たないと道場は奪えないですからね。今日は道場を奪う気でいつどこ挑戦権を持ってきたので、必ず勝ちたいと思いますよ。これ私も巻きジグジェットなんですけど、もう本当にこのスピンがくるくると巻くだけで回転してくれるんで、投げて巻くだけですね。これでボトムから探っていきたいと思います。
潮目がちょっと近づいてきた。お、来たね。また回ってきた。お、来た。よっしゃー、ヒット。よっしゃー。ハマチかな。ハマチや。ハマチハマチ。巻くだけジェット、巻くだけやもんね。おお、力の強いハマチや。よいしょ。はい、巻きジグのこれジェットですね。スローっていうのとジェットと2つありますけれども、ぶっ飛ばしたいあなたにはこのジェットがおすすめですね。いや、なかなかコロコロしたハマチで、ハマチで言葉遊び。ハマチの歯ね、張り切ってハマチのマッチョな小さめのブリ、張り切ってマッチョな小さめのブリ、それハマチ。いかがですか。100点。ありがとうございます。よっしゃー、100点いただきました。張り切ってマッチョな小さめのブリ、それがハマチです。今結構餌釣りの人も当たってたんで、回ってきたら当たるっていう感じのあれやね。じゃあもう投げ続けるしかない。せやね、回遊待ちやな。巻き軸しゃくってもいいけど、はい、巻くだけでも全然いけるんで、はい、はい。当たった。はい、だいぶ手前で当たりましたね。追ってきてたのか、ちょうど群れに入ったのか。まあでも当たりのあった巻く速さが分かったんで、今の速さで巻き続けたいと思います。お、当たったそうや。やっぱり回遊やな。回遊を待つしかない。ボトムまで沈めて中層まで巻き上げてきて、ちょっとゆっくりめのあれリトリーブやったね。でガツンともう一発で乗ったね。ひったくるような感じの当たりでした。青物釣るなら巻きジグジェット。今日はちょっとね濁りも入ってて、今朝まずめでまだちょっとね薄暗いタイミングだったんで、グロー系のカラー、あれが正解やったんでしょうね。ここ和歌山だけじゃなくて、もうそういうカラーチョイスは全国共通ですね。朝まずめ夕まずめはグロー系で、濁りが入ってもグロー系で、やっぱりこの赤系ですね、レッド系はやっぱり濁りに強い、カラー選択もバッチシやったんやと思います。ボトムを取ったら巻くだけですね。この巻きジグジェットなんですけど、リアの方に重みが固まってるんで、飛距離がすごいですね。軽く投げるだけでめちゃめちゃ飛びますなので沖の方から探っていくんですけど、当たって当たって
そう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 、何を言ったとしても10点満点なんかなと思ってたら実は100点満点やったという。何言うても100点。お、釣れてるな。チャンスタイムや。釣れてるで。おお、チャンスチャンス。ハマチの群れが回ってきた。まあボトム取らなくても青物釣れるけど、ボトム取ってもらったら根魚の可能性とかね、あとヒラメとかマゴチの可能性もあるんで、いろんな魚釣りたいんだったらやっぱり一旦ボトム着底させてから巻き始めるっていうのがおすすめです。はい、今回使用しているのが、巻きジグというシリーズになりますね。でメジャークラフトね、ジグパラっていうシリーズがあるんですけど、それとは別の流れを持つのがこの巻きジグですね。で巻きジグはコンセプトとしてはもう巻くだけで釣れるっていうね、すごくお手軽なメタルジグになってます。で2タイプあります。うちの細長いタイプが巻きジグのジェットですね。で重さとしては30、40、60ですね。でこっちのスロー、丸っこい方ですね。これが重さが20、30、40、60という展開になってます。でどちらもね全部で9色展開になってます。でどういう使い分けかっていうと、こっちのね巻きジグのジェットですね、こっちの方はフライングシェイプっていうねすごく細長い形で、風の抵抗を受けにくいっていうね、特徴を持っているのでロングキャストが可能になりますね。で狙うターゲットとしても青物で、特に細長いんで、刃の鋭い魚に丸飲みされにくいんですね。だからタチウオ、サゴシ、サワラ狙いにもぴったりですね。あとはもうサーフからのヒラメ、マゴチなんかにもいいと思います。でこちら巻きジグのスロー、これはもうねズバリターゲットとしては根魚ですね。だから根魚をもうネチネチとボトムをスローに狙っていくっていうような感じの釣り方になります。でどちらもねこうやってテールにブレードがついてます。で比較的ちょっと小さめの細長いタイプのブレードなんで、そのマイクロベイトパターンっていうのにもぴったり攻略が可能ですね。でスローの方はこれボールベアリングのスイベルですね。でこっちのジェットの方はちょっと長いサルカンみたいな感じの仕様になってます。この辺りもねこだわって作ってます。でどちらのタイプもフックもねもう標準装備フロントもリアもされているので、パッケージから出してすぐ使えるっていうのが巻きジグですね。で巻くだけでももちろんいいんですけれども、特にスローなんかの方は、リフト&フォールの釣りでも、ぴったりだと思うんで、リトリーブ中心に、そのジャークの釣りもしくはリフト&フォールの釣り、そのあたりでもぜひ試してみてください。休憩したらまあ餌ではポツポツ当たってるからポロポロ回遊はあると思うんで、はい、今日はちょっと投げ続けます。1時間ぐらい休憩したらいいのに。絶対にしないです。絶対しない。1匹釣るまでは。今日はちょっともう本気で来てるんで。ど根性が。はい、ど根性。ど根性女。釣るまでやめない。おお、さすがやな。回遊を待つしかないですね。回遊を信じて投げ続けます。向こうで釣れてたらこう来てくれる予定なんですけどね、私の中で。おお、ほんまやな。よう釣れるな。めちゃくちゃおるでこれなあ、絶対な。こんだけ釣れるって。おったった、よっしゃ食った、よっしゃ食ったね。やっぱり釣れるタイミング一緒やね、餌釣りと。
もうわ食った。お、よっしゃー、ダブルヒット。やっぱ1匹釣れたらスイッチ入るんやね。ダブルヒットしてる。2匹かかってる。前と後ろで1匹ずつ。ああ、1匹外れた。1匹外れた。ダブルヒットしてたね。どうしよう。タモ広瀬さんの方行きます。よいしょ。で、タモは縮めていく。やったー、よかったー。ダブルヒット。ダブルヒット、しかも同じかかり方してますね。ねえ、でもね、僕のやつは前のフックにもかかってた。スイッチ入った感じやろうね。広瀬さんのタモ係しようと思って、はい、めちゃめちゃ早巻きしてたんですよ。あ、それで回収ヒット。はい、スローに巻いてみるのもありなんで、はい、こうやって回収するぐらいリトリーブ早い時もいいし、はい、でゆっくり巻いてみるっていうのもありだね。そうやね。はい、巻き地は本当巻くだけなんで。巻くだけ。ただね、今回は釣るだけじゃないんですよ。こっからが勝負になるんです。どういうことですか？今回の対決は大喜利なんです。どういうことですか？じゃあまず俺が手を見せるわ。ハマチの葉、はっきり言ってハマチのまあな、ハマチのち、ちょっぴり嬉しいハマチ。何点？100点。100点。なんかぐたぐたの。うるさい、うるせえ。じゃあやってみろ。ハマチの葉、はっきり言って真似してるやん。ハマチのま、まさか回収ヒットで。ハマチのちっちゃいけど美味しいハマチが釣れました。うまいこと言いやがった。はい、最高。何点ですか？3点。ちょっと桁違い。よし、というわけで、はい、どんどん釣っていきましょう。はい、ダブルヒット。ありがとう。美味しく食べよう。美味しくいただきます。しかし意外とうまいこと言いよったな。よし。で、さっき早巻きできたんで、早巻きで狙っていきたいと思います。大喜利も考えとかなあかん。ハマチの葉、はよ釣れはよ釣れとハマチの間。よし、これでいこう。そんな感じやな。なんか引っかかったなこれ。カゴや。カゴを回収した。カゴのか。かわいいね。カゴのご。ゴロゴロしてるね。カゴ。
何点ですか？100点。よっしゃ、ありがとうございます。いただきました、ね、こうやって海底のゴミになるものはちゃんと回収しましょう。はい、回収できた。100点。何釣ったんですか？カゴ。カゴですか？すごいですけどすごくないです。いやでも100点もらったよ。なんかもう、あ、すごい、回ってる回ってる回ってる、みんな釣れてる。チャンスチャンス。全員座ってたと思ったら全員立ち上がるという。さあ当たるかな、どうやろう。今一気に活性上がった。よっしゃ、食ったでも軽いぞこれは。あんまちほど引かない。なんだろうか。その後ろにハマチがついてる。よいしょ。よし、今日に関してはエソでもいいよ。エソでした。大喜利お願いします。エソが釣れたってよ。そう？うわ、ついに親父ギャグを言うようになったんですね。何点？ありがとうございます。エソが釣れたってよ。そう100点いただきました。ありがとうございます。0点やん。全然面白くない親父ギャグ。100点やって、ちょっといいハマチを釣りますね。親父ギャグに負けてられへんから。考えました。ハマチはだからめっちゃハマチを釣りたいんですよね今。いきますよ。はにかむ笑顔、まあ可愛らしい、ちょっぴりお茶目なペルビータカコって言って広瀬さんの反応を見たいと思います。それで100点やろ。絶対またなんかややこしい変なルール言ってくるんやと思う。まあ今日は挑む側なんでどんなルールが来ても絶対に勝ちたいと思いますけどね。いつどこ挑戦権とか言って実は1回なんか健康診断やからって断られたんですよ実は。400対3やんね。圧倒的な力の差を見せつけてやらんと。しかもうまいこと言いよるしな。意外と大喜利向いてるタイプやな。絶対向いてないタイプやと思ってたけど、次ハマチ釣れたらそんなんつばすやって言うてな。つばすバージョン、はいどうぞって。よっしゃー、来た。お、来た。来ました。めっちゃ手前で来た。追ってきてたんか。うわー、抜けた、投げてない。セーフ。うわ、めっちゃついてきてる。お願いします。やったー、ありがとうございます。イエーイ、やったー、来ました。沖の方に投げて手前の方に来たんで、ちょっと根がかりも怖いから中層のあたりを回収してたらゴツッと来ましたね。だから多分手前の方まで追ってきてたんやと思います。巻きジグジェット。これはツバスやな。ハマチですって。ツバスでどうぞ。はい。つべこべ横でつべこ横でうるさい。ツバスのバ。バラすなよバラすなよとせかす。
ツバースのススーッと横に現れる広瀬さん、うまいこと言うな。何点1点。1点、もうおかしい、これハマチやし。もうツバースしかもこの子にいっぱいついてましたね、ハマチが。あ、本当に、はい、早速やろう。やった。よし。ショアジギングで青物釣るのはてるちゃんやで。でもこの青物釣ったのはペルちゃんやで。さっきも結構遠くまで投げてボトム取ってから、ボトムをネチネチただ巻きで探ってきてたんですけど、多分沖から探ってた時から置いてきてたんでしょうね。でふっと棚を変えた瞬間にハマチがツバスと言われましたけど、ツバスがガンと食ってきました。あとはやっぱりどれだけボトムが取れるかっていうのはすごい大事やと思いますね。ボトムについた状態でジグがずっとフラフラしてたら魚は見切ってしまうんで、ボトムについたらすぐに巻くっていうのはした方がいいですね。お、隣でかかった。お、跳ねた。あ、ボイルや、ボイル。マイクロベイトパターンにも強い。それが巻きジグジェット。着水して表層を巻くだけ。油があった時は基本的にはもう着水して巻くだけですね。沈めるとね、そのジグについて魚も一緒に沈んでいっちゃうんで、魚の目線が上を向いている時は上の棚で、スキッピングって言って時折ピシャピシャっとはめさせてやってもいいですね。そうすると小魚がこう追われているようなイメージになって、スキッピングするならこうやってロッド立ててスキッピング、これも巻きジグの得意技。ハマチ2対2か、やばいな。超過的にやられそうな気するな。まあいくら釣っても勝てっこないのにな。バカな女よ。圧倒的な力の差を見せつけてやらな。たとえハマチ10匹釣ったとしても、そんなもんで道場主になれると思ってもらっては困る。この昭和時期道場ではね、モットーが3つある。逃げない、負けない、諦めない。そう、絶対に負けられないんです。どんなことをしてでもペルちゃんには負けてもらう。手段を選ばずに必ず勝つ。それが昭和時期道場の正義。 It's real ですからね。なんか岩とか貝殻とか引っかかってけへんかな。何でも100点にしたんのにな。今回のタックルなんですけれども、トリプルクロス TCX の 1002LSJ っていうのはもうライトショアジギングっていうモデルですね。で10フィートで2ピースっていうのが1002という意味です。だいたいね962 9フィート6インチのものが、ライトショアジギングでは一番スタンダードな長さとされてますけれども、よりロングキャストしたいっていう人だったらこの1002 10フィートのモデルがおすすめですね。あと足場が高いようなところ、長い方が扱いがしやすいと思います。で、P が、弾丸ブレードの、1号ですね。で先についているリーダーが弾丸フロロの、30ポンドぐらいで大丈夫だと思います。でこれメタルジグが巻きジグのジェットの 40g ですね。30g、40g あたりだったらその LSJ ですね。で、20g、30g ちょっと軽めですね。だったらスーパーライトショアジギングモデル SSJ になりますね。で 60g っていうモデルになると、MH っていう硬さが、ぴったりだと思います。で、ライトショアジギングね、
9フィート6インチがスタンダードですけれども、ペルちゃんやでが使っているのが、クロステージの902の LSJ902 っていうのは9フィートなんですけれども、ちょっと短めなんですね。で短めのやつの方がまずは振り切りやすいで、単純に重量軽い、そのしゃくるのもやっぱり楽っていうね、いろいろメリットはあります。だから女性の方だとか、ちょっと今までアジングしかやったことないなとか、エギングしたことしかやったことないな、30g、40g ジグ投げるのちょっと不安だなっていう人は短い竿の方が絶対やりやすいです。で正直デビューっていうんだったらいきなりね、僕が使っているのは10フィートのロングモデル使うよりかは、逆に9フィートでしっかりと振り切ってもらった方が逆に飛距離出るんで、ロッド選びで長さ選びもしてもらうといいと思います。だいたいメジャークラフト、その LSJ っていう硬さのモデルは9フィート、96、10とね3つあるんで、自分のスキルに合った、長さを選んでもらうとバッチシだと思います。やっぱ秋ですね。朝とか夜はだいぶ寒い、冷え込みますけど、日中はめちゃめちゃ暑い。もう汗かいてきました。でもそんな秋にはてるちゃんと線で青物が釣れる。ちょっと表層ただ巻きしてみます。いくら釣っても勝てないのに、バカな女よ。しっかりとダークネスウォールドを見せつけてやらなあかん。It's real を、そして正義を教えてやらんと。おー、来た。両津、あんた、連鎖するな、すごいな。休憩してくださいよ。いいえ、しません。もう1時間ぐらい休憩。もう試合終わった。諦めない心ですよ。いやいやいや、正直道場ではもう逃げない、負けない、諦めない、これがもう三大方針。はい、それでいきます。いやいや、もう諦めてもらって。大喜利翼で言わせてもらえなかったんで、ハマチで言います。いや、楽しみにしてます。はい、休んでてください。生まれて1回も疲れたことないんで。親父ギャグが飛び出す時点で疲れてますよ。あの女め。これ巻きジグジェットなんですけど、このスピンがめっちゃキラキラ動きながら泳ぐんですよ。このキラキラがすごい。これに魚が反応してくるんで、こんだけ海の中でもキラキラ動いてんねんなってイメージできるだけで全然変わってくると思うんですよね。このひらひらキラキラをイメージして狙いましょう。てるちゃんはね、都船の弁当としては一級品やね。こんな感じです。美味しそうでしょ。早速ではいただきます。梅干しのうまいよ。目玉が飛び出すかもよ。僕はね、しょっぱいのが好きなんだよ。なんて100点。やった。いつ何時もね戦いなんで、ご飯の時も戦いですから。それがダークネスワールド、いやスーパーダークネスワールド。ボーナスステージ、卵でポイント稼ぎます。一気に大100点の500点もあるかもしれんし。いきます。卵のたまにはドカンと。卵のやるときはやります。卵の500点を奪います。さあディレクターさん、判断お願いします。1ポイント。1桁ってどういうことですか。いただきます。いただきます。朝から作ってくれてはるんですね。
ぱりコンビニの弁当と違って美味しいよね。はい。今のとこハマチ2匹とエソ1匹で、ペルちゃんやでがハマチ2匹と。ただポイントで言うと500ポイント対5ポイント。まあでもね、油断できないですよ、最後まで。果たしてペルちゃんは本当の神になれるのかどうかやね。道場主じゃなくて神やな。よし、じゃあ美味しいてるちゃんとせん弁当もいただきましたので、第2弾ももちろん巻き軸ジェット。よっしゃ、巻くだけ。ああずれた。おるおるおる、いっぱいおる。後ろついてる。こういう部位あるかな。あまりにも手前すぎたな、食ったのが。ダメか。バレた。ハマチですか。よっしゃ、チャンス。広瀬さんが当たったんで、広瀬さんの巻くスピードを真似したいと思います。めっちゃゆっくり巻いたろ。ゆっくり止めよう。めっちゃ早く巻いたろ。止めよう。めっちゃ見てる。めっちゃ見られてる。釣れてる人の真似をする。ジグパラであいうえお作文。ジグパラこうなったらポイント欲しいですもんね。うまいこと言って、よかったらポイントゲットいいですか。ああ、いいよ。ジグパラにかけます。おお、いいね。ジグパラのジ。じいちゃんもおばあちゃんも。おお、ジグパラのグ。ぐんぐんハマる。ジグパラのパ。パラダイスな釣りを楽しむ。ジグパラのラ。楽園。おおうまいこと言うたね。これはワンチャンあるんちゃうかな。500何点。1ポイント。こんなにいいこと言って1ってどういうことですか。もうお菓子行きましょう。もう帰る。お菓子お菓子お菓子。何が諦めない心や。悔しいですね。巻きジグ。はい、来た。また来た。大喜利チャレンジ。はい。大喜利チャレンジスタート。巻きジグ。巻きジグ、はい、まさかと思えば来たであろ来たであろうジグパラにう。ジグパラにぐいぐい集まる魚たち。あー、うまい。ジグパラではないんやけどね、巻きジグは。じゃあ大喜利チャレンジ。巻きジグ。うわまあなんと綺麗な魚がジグを投げるだけでグッググッグッグー。なし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 。0点0点0点。まずはペルビーさんの方から。1ポイント。じゃあ何点ですか、広瀬何点でしょうか。100よっしゃさん。そんなんグーグー誰だって言えるわ。もうグー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 。返り討ちにしてやったわ。まさか挑んでくるとはな。でもね、皆さんお間違いなく巻きジグはジグパラではないんです。
巻きジグは巻きジグなんですね。ただ巻きするだけでブレードが勝手に魚を引き寄せてくれる、それが巻きジグシリーズの特徴ですから、それをジグパラなんて言っちゃったんで1ポイントですね。てるちゃんでいきましょうか。また来たであんたはねずっちか。本日最後のラスト大喜利チャンス。もうあんまりやりすぎると何点かわからんようになるラスト大喜利タイムスタートです。てるちゃん。てるちゃん。てるちゃんとせのてるちゃんです。んやで最後。てるちゃんの手を伸ばせば。てるちゃんのルビーのような海の色。てるちゃんのちゃんちゃん。これに関しては俺言わせてもらってもいい？マイナス500ポイント。もう勝ちようがないやんこんなん。ハマチ釣るか。ハマチ釣るしかないで。よし、ちょっとルアーを変えてみよう。ちなみにこのソリッドリングとスプリットリング、これもね、新しくお得シリーズで発売になりますんで、ぜひまたチェックしてみてください。うわ、カツオ釣れてますね。はい。セルビーさん、はい、ラストチャンスを与えますよ。はい、大喜利チャレンジ、ラストテーマは、ソルパラ TV。ソルパラ TV。ソルパラ TV 何でしたっけ？ソルトフィッシングパラダイス TV です。毎週木曜日サンテレビと KBS 京都で毎週オンエアされているソルトフィッシングパラダイス TV、略してソルパラ TV でどうぞ。ソルパラ TV のそれいけみんなで。それいけみんなでルンルン楽しく。おーパリピになって釣りをしていたらライバル出現。おーてっちゃんという名のバリ腹黒いけどみんな大好き川上さん。おー、うまいことまとめた。どうですか？いや、もう素晴らしい。ぜひ皆さん、はい、明るく楽しく激しい釣り番組やってますんで、はい、ソルトフィッシングパラダイス TV、 略してソルパラ TV ご覧になってください。では何点？はい、500ポイント。やった一気にやったよし、これでもう最後までわからんよ。やったまあ、もうちょっとしたらはい、タイムアップやけど、はい、頑張ります。最後まで、はい、最後まで頑張ろう。やった。もう勝ちやんこれちょっと最後までもう諦めない心で投げてるふりをしますけど、もう勝ちですねこれは。しゃアホやな。最初のさっきのマイナス500を忘れとるな、完全に。シャー言うてね。うわ、すごいベイト。チャンス。すごいベイト。ここ。目の前にキビナゴが追われて溜まってる。これ絶対外になんか青もんついてんねんな。これほら、なんか変な動きしてる。うんうん。タチウオが上がったわ。ヒット。よっしゃ、来た来た来た。ボールで食った。お、今日はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえずまあハマチはね、はい、楽しか釣れまったですね。したね。巻くだけで釣れましたけど。今回は巻きジグのジェット
っていうタイプで、まあ、ぶっ飛ばして、ロングキャストできるのがやっぱりジェットですね。まあでもあとはポイントがどうかやね。そうですよ。ポイント次第でやっぱりね、この、昭和敷道場の道場長のベルトが動きますから、今回の結果もしかしたらやられたかもしれんな。じゃあ今回の結果発表お願いします。道場長。ポイント。600ポイント。600。よっしゃ。でも油断できん。ヘルビーさん。合計ポイント。わあ、やばい。7ポイント。なんでおかしい。ちょっと待って。てるちゃんあれ違います。あれね、マイナス500ポイント。ちょっとここのディレクターがまず今日ちょっとおかしいね。ふざけてるね。ちょっとディレクターもちょっと怒っていいですか？ちょっともう正座してください、マジで。おかしいな。もう正座して早く。もうついでに一緒にもう2人で組んでる、絶対に正座して。キャミキックどころか。キャミキックやめて。今日はキャミキックじゃない。とりあえず正座して早く。2人が悪い。キャミ声じゃーん。キャミ声。ついでにお前はキャミ声じゃーん。ほんまに2人とも。そして私は本当のキャミになる。てるちゃんやで。